こんにちは、梅です。本日は羽田空港第一ターミナルへ。北ウイング。同行は娘とその子供たち。早朝から賑わう空港。一品や朝ごはんは行列。厚着だと手荷物検査が大変。上着を脱いでブーツも脱いでトレーも渋滞。検査を終えて搭乗口へ。人気のワーキングスペース。搭乗口の近くにキッズスペース。とりあえず遊ぶ。隣にはユニバーサルデザインサービス施設カームダウンクールダウンスペース。さて今回のプランは新富良野プリンスホテルシマエナガ旅。寒い時にもっと寒いところへ行って地獄の寒さを味わおうです。17番搭乗口旭川7時30分 JL551 午後1。世界一周で貯めたマイルを一気に放出。寂しいけどだから JAL。 オーバーブッキングのアナウンスがあるくらいで満席。やっと誰かが1万円もらって大勢が一斉に登場。ゴー。ボーイング767-300。久しぶりのエコノミークラス。シートは上質だけど隣の人が肘掛け攻めてくるし、やっぱり狭。温度で色が変わるコップか飛行機、日本エアコミュータープロペラ。お子様プレゼント。あっという間に組み立ててご機嫌。出発。東京は本当に緑が少ない。富士山は格別。飲み物何にする？コーヒー、コンソメスープ、スカイタイム、リンゴジュース。好みの合わない家族。約1時間35分の搭乗時間。雪ですね。真っ白な景色の北海道。到着。実はいつもはワクワクの旅立ち前が今回は寒すぎではと塞ぎ気味。でもあまりのお天気の良さに感激。寒さもそんなに気にならず爽快。気温マイナス4度ですけど、旭川はアイヌの川の呼び名が由来。さらさら雪にまたご機嫌。いつも通りガチャガチャをチェック。かわいいお店も気になる。かわいい。バスまで時間があるのでフードコートで北海道といえばのラーメンを食べたい。朝やっているお店は数軒。空いててよかった朝ラーメン。旭川ラーメン醤油、ニーニーはネギだけ、おちびとママは親子セット。大きいメンマ。麺は中太ってとこかな。おいしそう。手作りっぽいチャーシュー、とても美味しかったです。新富良野プリンスホテルへは空港から路線バス、富良野バスラベンダー、新富良野プリンスホテル行き並んでる。完全に油断した。ほぼ満席。全員乗れてよかった。動物たちの足跡になんとなくロマンを感じる平原をドライブ。楽しかったり眠たかったり約80分。新富良野プリンスホテルに到着。チェックイン。行くわよ。新富良野プリンスホテルは1988年開業。富良野スキー場隣接でもうすぐ40年。夏はピクニックガーデンや森。総客室数407室。入ってすぐロビー階。高い天井、広くて開放的なフロア。
大人数での手際のいいチェックイン。お部屋には15時まで入れなかった。たくさんのレストランが営業中。朝食ブッフェ、大人3500円、小学生2450円。フロアマップをもらう。ちょっと散策。ツアーデスク、荷物預かりカウンター。焚き火、中庭が見える。フラノバス券売機と奥には売店、温泉テラス方面。売店はとても広くて何でも売っている。定番の白い恋人やロイズのチョコレート、美味しいよね。今用のアイスクリームやおつまみ、お菓子、飲み物もたくさん。ビール350円とか海外の人には激安、多分。もちろんシマエナガたちもドーン。下に降りてテラス、温泉、パン屋さん、外に出られる。エレベーターもあり。温泉へは左に行ってまだ先、右は外へ。早速雪遊び。サラサラ雪でまとまりにくい。割れる。強く挟んでそーっとそーっと。できた、ひよこ。ニングルテラスは小屋がいくつも並ぶショッピングエリア。それぞれテーマのあるお店です。シマエナガ探し。今回の宿泊プランはおちびたちの希望。大ブームのとことんシマエナガ旅です。特典のシマエナガに会えるかもマップ。これを持ってゴー。鳥の鳴き声が聞こえる。時にちらちらと小鳥の動き。いろいろな鳴き声がするけど姿は見えない。おちびたちはもはや見えた見えたと言ってひたすら雪遊びに夢中じゃん。北海道の大地の恵み、イタリアンレストランル・グロアフラノ。この辺もポイント。急に小鳥たちの鳴き声が増える。飛んでる飛んでる。この子はシマエナガのお友達50からではこの子はシマエナガのお友達40からではシマエナガは40からや50からと一緒に群れていることが多いと。でも頭の白い子は見つけられなかった。見たかったな、シマエナガ。残念。シマエナガが来ることもあるんだと思う。見つけられなかっただけかも。その後も静寂や小鳥たちの鳴き声の中、最高に気持ちいいお散歩ができました。ちょっと負け惜しみだけど満足です。お部屋へ。客室エレベーター4機。エレベーター制御は今一つの印象だったかも。地下1階バンケットホールから12階。6階部屋番号607。かわいいカードキータッチでオープン。シマエナガコンセプトルーム、ツインルーム28平米。ベッドの上にシマエナガのぬいぐるみ大中小特大。ソファーベッドに中2。もう一つのベッドにも4。肘掛け椅子とコーヒーテーブル。窓際にもいる。焼きたてシマエナガパン。カップグラス湯沸かしポット、シマエナガティッシュボックス。嬉しそうなおちびたち。ぬいぐるみ14個ぐらい多分。
ベッド奥、椅子の後ろの木、シマエナガがたくさん。アーティスティックもシマエナガ。シマエナガティーセットとキャンドル風。ウェットエリアはユニットバス。シマエナガの壁の手洗い付きトイレ。ウォシュレット。電話。ぶら下がり防水シマエナガ。ハンドシャワー。ポーラバスアメニティ。ユニットバスとしては普通かな。まあ小さくはない浴槽、トイレが近い。シマエナガの壁、バスタオル。スイッチにもシマエナガ。洗面所の鏡、ハンドソープのポンプにもシマエナガ。綿棒、歯ブラシ、カミソリ、シマエナガ。エコタイプ素材、小さいブラシあり。クローゼット。やっぱりいた。消臭スプレー。横開き転機式セーフティーボックス。冷蔵庫、冷凍はできないと書いてある空っぽ。引き出しに多機種対応充電器。温泉行き帰り用ビニール袋、多分空っぽ。シマエナガのペーパークラフト体験キット。おちびが喜んで作ったよ。糊や定規、ピンセットなどのお道具もあり、一部禁止エリアのある館内着、連絡すれば子供用サイズもあり、上下セパレート。踏みだけスリッパ。ビューは白樺林越しにゲレンデを望む。室内照明の雪の結晶に頭がぶつかる。ドリップコーヒー、ティーバッグ、緑茶、ほうじ茶。すぐに食べる。枕元に照明、エアコンコントロール、テレビ、FM 音量コントロール。生きてる？アラーム、電話。ありがたい電源タップ、USB タップ増設。非常灯。ドアの裏にカードキー入れ。あっという間に大集合。ロッカールーム。ロビー階の上、グランドフロア階へ。宿泊者ロッカー、レンタルスキー、更衣室、リフト券売り場、ゲレンデ入り口。各部屋にロッカー、暗証番号式。ゲレンデから帰ってくるところがここ。リフトチケット売り場。レンタルスキー。スキースクール受付。外に出るとすぐ登る。アクティビティエリアカンカン村。アクティビティエリアカンカン村営業時間は午後4時から8時。最終受付午後7時30分。12月末から2月末の営業予定。明かりの灯る通路からいい雰囲気。受付、予約不要1人300円、小学生までは無料、要保護者同伴。犬ぞり体験は午後4時から6時30分、金土日1人2500円。ワクワクする大きい鎌倉風フォトスポット。早速転ぶニーニー。楽しみにしていた犬ぞり体験。かわいいシベリアンハスキー、多分おちびが座ってニーニーが後ろ。これでも2500円。スタート。かなりのスピード。ワンちゃん頑張ったね。さらにワンコとの触れ合いも OK。 おちびたちも大喜び。
とってもいい子。可愛くって完全にメロメロです。とても楽しい時間でした。スノーチュービング1回200円、入場者は1回無料。チューブは登って戻す。スピードが出て落ち火がはまる。追加料金1回200円。暗くなって綺麗なイルミネーション。海外の方々も思い思いの場所で写真撮影。オーストラリアやアメリカ、台湾、東南アジアなど各国からいらっしゃっているとか。温泉。富良野温泉四彩の湯。地中1010メートルから。宿泊棟から少し遠い。ゴー。男湯女湯固定。内湯と露天風呂があり、とても気持ちいいお湯です。大きいサウナ、大きい水風呂もあります。脱衣所もきれい。見晴らしのいい休憩ラウンジ。ソフトドリンクの自動販売機があり、湯上がりサービスヤクルト1本。休憩ラウンジとは別に無料休憩所もあり、10分100円のマッサージチェア。100円コイン専用。夕食です。シマエナガ旅の夕食。12階には洋食のメインダイニングと和食カラマツ、しゃぶしゃぶや懐石の高級和食レストラン。この日はうちら以外全席海外からのお客様。和食カラマツのシマエナガ。窓からはゲレンデのライトとカンカン村のイルミネーション。明るい時は山々の眺望。シマエナガのグラス。本日のお品書き。サーモンの南蛮漬け、マグロとサーモンのお刺身。美味しいお刺身。大好きな優しい酸っぱさ。温めるといなくなるシマエナガの露天風呂。ちょっとお子様向きではなかったけど豪華なお鍋でした。薬味もポン酢も種類が楽しめる。締めにはご飯かラーメンを選ぶ。美味しい7つ星のご飯。デザートはかぼちゃのプリンとアイスクリームリンゴでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。満足だけどちょっとうちのおちびたちには無理だったかな。肉団子とかウインナーとか欲しいね。嬉しい北海道食材。今日はこんなところです。朝ごはんなど続きはまた今度。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てね。ペーパークラフトできてる。応援をよろしくお願いします。